でまず最初に、生の生地を使う場合に、気をつけていただきたいポイントなんですけども、生地を乾かさないようにする、それだけちょっと気をつけてあげてください。でこういったスケッパーといった道具を使って生地を晩中っていう箱なんですけども、この箱の中からすくい出してもらって、で強力粉の中にドボンと入れていただきます。はい、で全体的に生地に粉をつけてもらって、この時に結構打ち粉をたっぷりつけといてもらっても全然問題ないです。ただし伸ばし終わってトッピングする際に余分な粉がついてると美味しくないんで、それだけトッピングする前には必ず余分な粉は払ってもらってからトッピングするっていうのがポイントになりますね。じゃあちょっと伸ばしますね。そうしましたらですね、まず、手のひら使ってもらって、ガス抜きしていただきます。でガス抜きをするときは基本内から外というふうにガス抜きをしてあげてください。プチプチプチってねなってますよね。ガスが出てるんでね。で結局この内から外っていうイメージでやっていただかないと、生地の中でガスがただ移動してるだけになってしまいますので、必ず余分なガスがちゃんと外に抜けるように内から外とやってあげてください。でこの時には生地自体が均一に押し広げられてるっていうのをイメージしていただければいいと思います。である程度ガス抜きができましたら、今度はですね、3本指使いまして、指の腹ですね、指の先ではないです。先だと生地をいじめてることになってしまいますので、指の腹で、こう押し広げてください。でこの時にもやっぱりイメージは内から外というイメージで指を動かしてもらえるといいと思います。で本日はマルゲリータでナポリピッツァを作っていただきますので、基本ナポリピッツァの特徴であります耳の部分ですね、縁の部分ぷくっと膨れてると思うんですけど、なるべくこの時に耳の部分になる箇所はあまりここから先3本指でやってる時からはいじくらないようにしてあげてください。はい、こんな感じですね。そうするとだいたい手のひらぐらいのサイズに広がりましたら、今度は伸ばしていきたいと思います。で伸ばす時に、まず右手で軽くでいいので、生地を触る時は本当に優しく触ってあげてください。力で無理やりこう伸ばすとかそういうことはないです。まず右手で軽く押さえていただいて、左手で伸ばしていく。でちょっと回して右手でまた押さえる。で左手で伸ばす。で伸ばす時に、同じ角度で同じ方向です。同じ方向で同じ力で伸ばしていってあげてください。この時に半径ができてくれるわけなので、またちょっと生地を回して押さえて伸ばす、この繰り返しになります。ちょっと生地を回して押さえて伸ばす。でこの時にあっち行ったりこっち行ったりすると均一な半径ができないので、必ず一定方向に同じ力で伸ばしてあげるようにしてあげてください。もうこの繰り返しだけです。そうすれば丸くなっていきます。でやってる最中にちょっと途中でね穴がもし開いちゃったわってなっても、これ生の生地なんでトマトソース塗る前であれば全然生地同士がくっついて穴塞がりますので全然問題ないです。はい、で、今日使う生地なんですけれども、グラム的には 180g の生地を使いますので、そうですね、だいたい直径25センチぐらいのサイズを目指していただければいいかと思います。ですね、これぐらいまで広げたら、今度トッピングをしていきたいと思います。トマトソースでトマトソースを塗る場合なんですけれども、
こう上の部分だけやっちゃうと上積みシャバシャバな部分だけになってしまうので、必ずちょっと軽くかき混ぜて下からこうすくい上げるような感じですくい上げてください。で、一応このレドル1杯 50cc なんですけれども、1杯っつってもこれとあとさっき持ったすり切りですね、ちょっと少なめ、これとは全然グラム違いますよね、同じ1杯でも。それなので、どっちがいいかというとこちらの方です。たくさんなってしまうとやっぱり生の生地なのでソースが多くなると味のバランス、最終的なバランスが悪くなります。それなので、そうですね、このぐらいすり切りちょっと少ないかなって思うかもしれないんですけど、これでちょうどいいので今日は 50cc すり切りでやってみてください。で塗っていきますね。塗る時もですね、耳縁になる部分には塗らなくて大丈夫です。ソースがあるところが結局ソースが重りになってくれて持ち上がらなくなるので、はい、指の部分は塗らないでください。はい、次にモッツァレラチーズいきますね。モッツァレラチーズが乗りましたら、今度粉チーズでグラナパダーノをのせていきます。でなるべく偏りのないようにどこを食べても同じ味が楽しめるようにしてあげてください。真ん中にね集中しちゃうと一口目は美味しいんだけど具がたくさんあって外側行くとちょっとね何もなくて寂しくてみんな耳残しちゃったりとかっていうこともあると思うんで、どこ食べても喧嘩のないように、はい、まんべんなくしてあげてください。はい、でバジルをこの生地の上でちぎっていただいて、最後オリーブオイルを回しかけてください。はい、でこれで完成です。